お昼だし、今日もサクッとニュース見てこ。僕、まだ頭が枝豆モードなのだ。それでも最初の話は家計に直結するわ。ニュース1は来年4月の減税をめぐる話なのだ。食料品の税率を下げるだけじゃ終わらないのね。自治体のお金が足りなくなるかもって話じゃん。食料品を 1% にする案で地方の税収が減るのだ。税収って自治体に入る税金のことよ。学校や福祉の予算にも関わるから人事じゃないよね。そこで政府は減った分を国が補う方向なのだ。国が穴埋めするなら地方は一安心かしら。でもそのお金をどの制度で渡すかは調整中ですよ。候補は地方特例交付金なのだ。地方の減収を補うための交付金ということね。自治体に臨時で助けを出す仕組みって考えると近いじゃん。交付金って交付されたずんだ餅かと思ったのだ。食べられないわ。そこだけは覚えておきなさい。可愛い勘違いだけど、今回は食費の話に戻そう。中低所得の人への給付を誰が負担するかも残っているのだ。地方側はその費用も国が全額持つよう求めているわ。減税で買いやすくなっても自治体の仕事が細ったら困るじゃん。全国知事会も社会保障の財源を求めているのだ。減税の得と行政サービスの維持を両立できるかが焦点ね。みんななら食費の安さと自治体の安心どっちも欲しいよね。次は豪雨で止まった外房線のニュースなのだ。一部区間では今も電車が動いていないのね。今日の朝から代わりのバスが走り始めたじゃん。本田駅と本能駅の間で復旧作業が続いているのだ。代行バスは電車の区間を別の車両でつなぐものよ。茂原駅では始発前から長い列になったんだって。蘇我駅へ向かう臨時バスも出ているのだ。通勤通学の人には朝の移動が大きく変わるわね。いつもより早く出ても想像以上に混んでた人がいたよ。電車の安全な再開を願う声も出ているのだ。急いで戻すより安全を確かめる方が大切よ。学校や仕事に間に合うか毎朝気が気じゃないよね。 JR 東日本は18日に一部区間の再開を目指しているのだ。さらに24日には別の区間を再開する予定なので。予定は天候や作業で変わることもあるから出発前に確認してね。外房線を使う人は駅の案内と運行情報を見てほしいのだ。利用する人は代替ルートも先に考えておくと安心ね。この豪雨が13日に千葉県を中心に起きたことも覚えておきたいよね。お次は高性能 AI と金融機関の守りの話なのだ。攻撃に悪用される心配が現実の課題になっているわ。銀行だけじゃなく地元の金融機関も対象なんだよね。政府や日銀、銀行などが官民の作業部会を作ったのだ。官民の作業部会は役所と企業が一緒に考えるわね。一つの会社だけで抱えず知恵を持ち寄る感じじゃん。サイバー攻撃はネット経由でシステムを狙う攻撃なのだ。金融機関は情報やお金を預かるから守る責任が重いわ。家の鍵を何個もかけるみたいに穴を塞ぐ必要があるよね。静寂性という攻撃に使われる弱い部分への対策も進めるのだ。そこを見つけたらプログラムを直して塞ぐわけね。でも修正中はサービスを止める可能性もあるんだって。これまでは金融サービスを止めないことが重視されてきたのだ。便利さより安全を優先する場面が出てくるのかしら。 ATM やネットサービスが止まったら利用者も困るじゃん。だからこそ止める判断の基準が気になるのだ。どのくらいの危険なら止めるのか説明も必要ね。地域の銀行や証券会社にも対策を共有する方針だよ。みんなは短い停止と大きな被害ならどちらを選ぶのだ。私は理由がわかるなら安全を選びたいわ。アーシも同じ。地域の小さな会社まで守れる仕組みにしてほしい。ここで消費税の意外なルツを一つだけ話すね。減税の話の後だと仕組みも気になるわ。消費税は日本では1989年に導入されたんだよ。そんなに前からある制度だったのだ。付加価値税はフランスで1959年に始まったの。日本だけの仕組みではないのね。その後
160カ国以上で導入されたっていうから驚きじゃん。減税も交通も AI も生活の近くで動いている話だったわ。気になったニュースをコメントで教えるね。概要欄に記事のリンクもあるのだ。それじゃあ次回もまた見に来なさいね。